彼を置いていかないで深夜の救急車と涙の叫びリバーサイドヒルズで起きた本物の愛の一夜。その夜、空は雲一つなく、風もなく、まるで何事も起きないかのような穏やかな夜だった。だが、その清サビを引き裂いたのは、リバーサイドヒルズの高級住宅街に突然響き渡ったサイレンの音だった。それは、誰もが予想しなかった夜の幕開けだった。午後11時17分、有名俳優紹介の自宅前に救急車が到着。緊急事態であることは明らかだった。豪邸の前に集まった人々は、ざわめきながら目の前の光景に息を飲んだ。紹介が担架で運び出される姿、その顔は蒼白で、まるで命の火が今にも消えてしまいそうだった。そして、その傍らには、女優タンソンユン、MTNGVN の叫び声。お願い私を置いていかないで。その言葉は夜の空に胸を裂くように響いた。泣き崩れる彼女の姿に、誰もが目をそらすことができなかった。今夜は特別だ。それは幸福の前触れだったはずが。事件の直前、二人は自宅でロマンチックなディナーを楽しんでいたという。キャンドルの光に包まれながら、紹介は、今夜は特別な夜になる、と微笑んでいた。その言葉には何か予感めいたものすら感じさせる。そして午後10時30分頃、リビングでくつろいでいた彼が突然頭を押さえ、激しい痛みに襲われたかと思うと、意識を失った。パニックに陥ったタンソンユンはすぐさま救急通報。救急隊が10分以内に到着したが、紹介に反応はなかった。それでも彼女は彼の手を離さず、泣きながら何度も名を呼び、目覚めるよう祈り続けた。彼女の涙と祈り、そして希望の日。救急車に同乗したタンソンユンは、控える暇もなく病院へと運ばれた。病院に着く頃には、立っていることすら困難で、スタッフに支えられながら、やっとの思いで、紹介の手を握り続けていた。カメラの前ではいつも笑顔を絶やさない彼女。しかしその夜、彼女の顔からは光が消え、疲労と絶望に打ちひしがれていた。SNS では瞬く間に、プレイフォー集計、ステイストロング集計、といったハッシュタグがトレンド入り。数万件の応援コメントが寄せられた。あなたは俳優というだけでなく私たちの人生のインスピレーションです。あるファンの投稿には10万以上のいいねが集まった。秘められた関係、溢れ出す愛。紹介とタンソンユンの関係は、これまで公にはされてこなかった。しかし、事件の数時間前、彼女は、特別な人との完璧な夜、というキャプションとともに、美しい夕日の写真を SNS に投稿していた。その言葉に、すでに深い思いが滲んでいたのかもしれない。病院で彼の容体を見た瞬間、タンソンユンはその場で崩れ落ちそうになり、スタッフの腕に支えられていた。それでも彼の手を離すことはなかった。午前4時15分奇跡は静かに訪れた。意識が戻りました。その言葉が伝えられたのは午前4時15分。医師によれば、紹介は重度の脱水と極度の過労により倒れたとのこと。彼は過去2週間以上、休むことなく撮影とプロモーションを続けていたという。3年前、ドラマ撮影中にも過労で入院した経歴があることから、以前から体に無理を重ねていたのかもしれない。だが、その奇跡の瞬間目を開けた紹介が最初に探したのは、誰でもない、タンソンユンだった。二人は言葉を交わすことなく、ただ静かに抱き合い、涙を流した。写真は残っていないが、その場にいた病院スタッフたちは口を揃えて言う。あの瞬間確かに本物の愛がそこにあった、と。有名人の笑顔の裏にあるもの。この出来事は、私たちにある現実を突きつけた。テレビやスクリーンの向こうで輝くスターたち。その裏には、限界まで働き、心と体に傷を抱えながらも、人々に夢を届け続ける姿があるのだ。事件後、タンソンユンは家族やマネージャーに何度も説得されながらも病院から離れず、体調を崩してまで紹介の傍らに居続けた。彼女のその姿勢は恋人という立場を超えて一人の人間としての深い情と覚悟を感じさせるものだった。結末か、それとも始まりか。
あの夜を境に、二人の関係はどう変化していくのだろうか。それとも、あれはただの一瞬の奇跡だったのか。だが一つ言えることがある。あの夜、リバーサイドヒルズに響いたサイレント、タンソンユンの涙の叫び。それは、全ての人の心に愛の本質を刻み込んだ。名声やステータスを超えて、人は誰かを思うことで生きているのだと。次回の動画では、退院後の紹介の様子や、タンソンユンとの今後の関係について真掘りしていきます。ぜひコメント欄であなたの思いを教えてください。そしてチャンネル登録をして奇跡の続きを一緒に見届けましょう。真夜中の涙、病院の廊下で交わされた行かないでの叫び、夜の静けさを切り裂くように鳴り響いた救急車のサイレン。その中に一つのかけがえのない絆が試されていた。芸能界の光と影を共に歩んできた二人、トゥカイさんとダムトゥンバンさん。彼らを知る者なら誰もが認める深い信頼と友情で結ばれたその関係。しかし、ある夜、その絆が涙と共に試されることとなった。視覚心を揺さぶる真夜中のドラマ。それは突然の出来事だった。トゥカイさんが体調不良を訴え、真夜中にもかかわらず病院へ緊急搬送されたという知らせが駆け巡る。周囲の誰もが動揺する中、ただ一人、彼のそばに寄り添い続けたのが、ダムトゥンバンさんだった。彼女はパジャマ姿のまま駆けつけ、震える手で彼の手を握りしめながら、声を張り上げた。私を置いていかないで。その叫びは、病院の白い廊下に響き渡り、夜の静寂を切り裂いた。彼女の目には涙が溢れ、愛しさと恐れ、そして祈りが混ざり合った感情が込められていた。視覚、芸能界を超えた絆。トゥカイさんとダムトゥンバンさんの関係は単なる共演者や仕事仲間という枠を超えている。長年にわたって共に芸能界の荒波を乗り越え、互いの痛みや喜びを分かち合ってきた二人。その絆は時に家族以上に深いものとすら言われてきた。だからこそ今回の出来事は多くの人の心を打ち、彼女の叫びがただの心配ではなく魂の底から絞り出された叫びだったことが多くのファンや関係者の胸に深く突き刺さったのだ。視覚涙の理由、そして希望の光。一夜明けて病院関係者から伝えられたのは、幸いにも命に別状はないという知らせだった。トゥカイさんは点滴を受け、数日間の休養を必要とするものの、回復の兆しを見せているという。ダムトゥンバンさんはその知らせを聞いた瞬間、再び涙をこぼした。今度は安堵の涙だった。彼が笑ってくれるならそれだけでいい。どんな夜でも私は彼のそばにいる。彼女の言葉には愛とも友情ともつかない、しかし何よりも強い人と人とのつながりが感じられる。現代社会で失われつつある本当の絆の象徴とも言える瞬間だった。視覚 SNS を駆け巡る感動。この出来事は瞬く間に SNS で拡散され、多くの人々が感動の声を上げた。こんなに純粋で強い思い、涙が止まらない。芸能界にもこんな美しい友情があるんだと知った。トゥカイさんどうか無事に回復を。コメント欄には数千件のメッセージが寄せられ、ファンのみならず一般の人々からも共感と応援の声が続々と届いた。視覚、最後に心に残る言葉。行かないでという一言。それはただの願いではなかった。それは誰かを心から思う気持ち。その人が生きていることの尊さ、そして共にいることの奇跡を実感した瞬間だった。この一件を通じて多くの人が気づかされた。大切な人に今日ちゃんと思いを伝えられているだろうか、と。涙に包まれた真夜中の病院。そこにあったのは、恐れでも悲しみでもなく、深い愛情そのものだった。